どうもおはようございます。おはよう。これは何してるの？これ うまいのって仏様帰るじゃん。それに食べ物なきゃいけないで。少量馬にこれが食べ物。麺乗せるんだ。知らなかった。これで今朝早いじばあちゃんどうしてるかなと思って。体調はどうですか？ゃん。夕べは座薬入れなんだ。あ、痛くなかった？痛くなかった。本当？だけど今朝ちょっと歩くにやっとだがね、今日どうしようかと思って迷ってる。座薬入れるか入れないか。まあ痛かったら無理せず。痛かったら入れりゃいいしと思って。鎮痛剤を一粒増やしたで、それで効いてるかなと思って。あれで効いてら楽だよね。まあ無理せず、楽に過ごしてください。ナスとピーマンちょっと取ってきた。買っておいてくれる。朝はもう食べた？これから。これが傷んでたんでさ、ここの底。メロン？これ先食べなきゃ。ご飯なんか作るか？ご飯何か作りますか、僕が。今朝？今朝夕べの残りお魚と肉とある。あ、そうなの？ナスがちょっと巨大化してるやつが一つあった。巨大化してるナスが一つあった。この間はお寿司美味しかった？美味しかったね。美味しかった。じゃあまた買ってくるか、今度。何かの時にね。やっぱ食欲がちゃんとあるってのはいいものですね。ちょっと食欲が薄れてた時あったじゃんね。味噌汁作るか？味噌汁作るか？いらないの？小松菜がいいっていうので小松菜買ってきて。いいカルシウムが入ってるんだって、小松菜とか野菜には。小松菜が特に多いんだって。ヨーグルトも？ご飯準備するの大変じゃないの？そうね、大変じゃない。そうなの？食後に飲むやつね。食後に飲むやつね。薬は飲むの慣れたかな？薬飲むのは慣れたかな？慣れたよ。慣れた。大きな薬もないしね。
きます。今日もお腹は空いてるの？今日もお腹は空いてるの？ゆうべ少なかったで。今日はご飯が美味しく感じますか？大丈夫そう。そういえば最近はさ、お医者さんに勧められた日光浴はできてますか？できてない。あんましてない。暑くて外にいられないじゃん。確かに暑いね。ちょっと雨も多かったしね。ただし無理に皮膚じゃないったって着るもの着てたっていいでしょ。どうなんでしょ通すと思うよ。肌で日光を受けることが大事なんじゃないかな。わざわざ肌を出さないったって吸収はすると思う。じゃあ調べてみるか。母ちゃんそんなに日焼けするの？すぐおばあちゃんすぐ真っ黒になるよ。真っ黒？日焼け止めやったら大丈夫なんじゃない？日焼け止めやりゃあと洗い落とすのは大変。まあでもおばあちゃん、骨を治す方が大事じゃないですか。やっぱ肌じゃないと生成できないって書いてあるね。本当？あと日焼け止め塗ってもほぼダメだって。日焼け止めを塗った場合もほぼ意味なくなるって書いてありますね。だから顔や腕だけでも日焼け止めを塗らずに5分から15分程度日光に当たる時間を作れば健康な人なら十分な場合が多いって書いてある。15分程度でいいんだってよ。年取るとさ、特に90代くらいまで年取ると同じだけ日光を浴びてもビタミン D が若い頃の半分以下しか作れないんだって。年寄りは？だから日光浴とあとは食事とかサプリでビタミン D 取るのが現実的かなって書いてある。年しら吸収がと鈍いだね。それはお医者さんも言ってたね、それはね。なんて。どうしても年を取ると吸収が鈍くなっちゃうって。言ったかや。言ってた。
まあ15分程度だったら大丈夫だと思うけど、うん、暑さには気をつけてって書いてある当たり前だけど。朝と日中の暑い時とじゃ違いやしないかや。うん。カンカン照りじゃなくてもいいと思うから。カンカン照りじゃなくてもいいと思うから、比較的涼しい時間で太陽が出てる時に15分くらい浴びたらいいんじゃない？ご飯食べたらちょっと浴びに行くか。かぼちゃ収穫しない。ご飯はちゃんと食べられそう。美味しいですか？美味しいよ。それは健康な証ですね。それはばあちゃん、ここ最近なんだろうな、ちょっと体調崩し気味だったけどさ、それをきっかけにヨーグルト食べるようになったよね。嫌いだと思い込んでて。そうでしょ。普通にばあちゃん好きだと思ったよ。嫌い好きでもないけど、甘いやつある健から、康的だと思って食べてる。この年になって一つ嫌いなものを克服できるとはね。昔になかった食べ物だね。ああ、そうか。だけどカルシウムとして考えるならさ、乳製品よりも野菜がだいぶおすすめらしい。野菜で特に多いのが小松菜だってさ。あとはサプリメントももらったからさ、そのサプリメントだいぶおすすめだって。小松菜の他に何がある？なんだろう、小松菜しか覚えてないな。あれ、小松菜以外にもありますね。一応順位で調べたら、乾燥切り干し大根が小松菜の3倍以上ある。乾燥切り干し大根だって。買えばあるよね。うちにも干したのがある。あるの？じゃあいいじゃん。あとは乾燥わかめも切り干し大根と同じくらい多いって書いてある。これ野菜とは違うけど。で次は、モロヘイヤ、ケール、小松菜、水菜、パセリ、大根葉、チンゲン菜、シソ。野菜はね、全部生って書いてあるね。切り干し大根とわかめと小松菜、水菜。これ生って書いてあるけど、含有量。この反対の上にあるのが切り干し大根。切って丸く切ったのが。あれか。でもこれあれだ。重さあたり。味噌汁でも煮なきゃ使わないよ。これでも重さあたりのカルシウムの量だから、乾物はさ、すんごく軽いじゃん。だから重さあたりで計算すると、数値が高く出るから、ちょっと実際に取れる量だと少し違うかもしれない。カルシウムこの薬飲んでりゃそんなに必要ないでしょ。そうだね。
それでこっちで取れてるでね。うん。まあ、食事でも取れたら取ったらいいと思うけど、無理するほどではないと思うね。だけど、水菜、小松菜、乾燥わかめ、切り干し大根は食べるようにしたらいいと思う。うん。こうして座ってると腰は全然痛くないんだよね。うん。座ってる全然。立つ時が一番いけないね。うん。杖、家の中では使わないの？使わない。使った方が楽だと思うんだけどな。一回使ってみたら。邪魔だ。そうかな。杖邪魔だったら何のために買ったんだか。外歩くて。外用。うん。立つ時もさ、杖あった方が立ちやすいんじゃない？こういうとこに捕まるで。家の中ならいっぱい捕まるとこあるでね。ばあちゃんいつもそう言うけど、杖の方が絶対楽でしょって思うんだけど。邪魔なの。杖邪魔なのか。なんかここに手すりがあったらいいのにとかはない？ごちそうさまでした。そんなこと思ったことないな。そこの壁とか、例えば壁に手すりがあったらいいなとか、立ち上がる場所の近くにあったらいいなとか。思わないね。思わないんだ。思わない。そうか。なんかあったら楽そうな気はするけども、別にそれは欲しくはないんだ。欲しくないね。それほど弱ってない。ああ、そう。でもまあなんか気が変わったら言ってください。うん。ご飯もよく食べたね。うん。時間かかる。ばあちゃんの食事は、30分はかかるね。僕も30分は確実にかかる。普通に食べたらね、急がなければ。普通の人と一緒に食べれないわ。わかる。もう何も喋らずに、噛み続ける。急ぐときは。じゃあ、お皿下げとくわ。ありがとう。で、皿洗いが終わりました。はい、ありがとう。今日はどうします？この後はゆっくりするの？比較的涼しいうちにちょっとくらい、15分くらい太陽浴びに行く？ただ歩くだけだわ。歩かなくても太陽光当たるところで座ってればいいけどね。そしたらヒロの玄関まで行くだから。どこかな？おばあちゃんのこのうちで日が当たるとこないね。あんまないね。そこらへ座ってるやだが。なんか椅子欲しかったらそこらに運ぶけどどうする？椅子じゃないって腰掛けるとこあるでね。あ、そう。じゃあ日光浴はできそうかね。15分くらい。今のうちにしに行ったらいいかもね。比較的涼しい。行くか、それじゃ。